ごぶはい、ナビマリチャンネルのまーちゃんです。前回はフィリピンで買える納豆の食べ比べをしてみましたが、余った納豆がたくさんあるので、納豆を使った料理をいろいろ作っていきたいと思うんですけど、それでは早速作ってみよう。ではね、まず簡単なものから作っていきたいと思いますが、こちらのきゅうりと梅味風の納豆を使って和え物を作っていきたいと思います。こちらのごま油と鰹節です。まずは先ほどのこの梅風味の納豆を器に移していきます。半分ぐらい鰹節をでごま油を少し入れます。多分ねスプーン1杯ぐらいかな。半分に切って食べやすいサイズに切っていきたいと思うので、なるべく細かく混ぜ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 でね、めんつゆを少し足します。ごまを少し入れます。はい、これで一品出来上がりです。きゅうりと納豆のごま和え。では次、卵焼きを作っていきたいと思います。お椀に卵2個ぐらい、2、3個ぐらい割って、でここでめんつゆ大さじ1、2でだし1、2、あとちょっと甘めがいい人は砂糖スプーン1杯ぐらいかな。パティシエ気温の納豆を加えていきたいと思います。で、こちらのオムレツを焼いていきたいと思います。まずはね、薄く。ちなみにですね、皆さん納豆オムレツはね、マヨネーズで食べるとすごい合うんですよ。これを足してちょっとねまだ柔らかいけど巻いちゃいます。このままね醤油をかけて食べても全然美味しいと思うんですけど、あとおろしポン酢とかで食べても全然美味しいと思いますが、私はマヨネーズで食べたいと思うのでちょっとマヨネーズをかけます。納豆オムレツです。こちらのタッパーのご飯を温めていきたいと思います。レンジで2分。先ほど温めた熱々のご飯を入れて、めっちゃいい匂いする。美味しそう。きゅうりを縦長に切っていきます。ご飯を海苔の上に乗せていきます。きゅうりを並べます。こちらの納豆を乗せていきます。こちら納豆巻きです。じゃじゃじゃん。最後はご飯を茶碗に移します。そして納豆をご飯の上に乗せて鰹節を乗せます。その上にお好みで、具を乗せていきますが、私は梅干しを乗せます。4品のズボラ飯完成しました。皆さんもよかったら作ってみてください。それではまた次の動画まで。キタキッズバイバイ。
ナビマニチャンネルはフィリピンのトレンドを伝えるフリーペーパーナビマニラの公式チャンネルです。詳しくは概要欄までチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画までキタキッズバイバイ。